今回はワクチンを打った後現れる症状、副反応、これはどういうことなのかを命の立場からいつもへめぐってプロセスを踏まえて進んでいる命の立場からお話しします。加えて抗生物質痛み止めをこのワクチンの副反応に対して服用するとどんなことが起こるのかというお話もいたします。で、後半はトレジャー G さんからのお願いと提案です。嬉しく楽しく面白おかしく喜ばしく心地よく暮らしたい。辛くて痛くて悩ましいよりは楽しくて面白おかしくて心地よい方がずっといい。いつでも命はもっと心地の良い方を探りながら、いつでも命は動いて流れて育っている。だから基本命に任せておけば、命と直につながって命の求めをそのまま命の求めを汲み取って命の声に耳を傾けて、命が心地よい方はこっちだよって示してくれる方に向かって暮らしていたら大丈夫で、命はね、いつも心地よい方に向かって流れて動いて育っていますので、心地よくなるためにいらないもの、余ったもの、毒素を排泄しようとします。命がいらないもの、余ったもの、毒素を排泄しようとして起こすアクションが炎症なんですね。あらゆる命は敏感になり炎症を起こすことによっていらないもの、余ったもの、毒素を排泄して、そしてより大きなバランスをとって緩むという、この敏感炎症排泄弛緩4つのプロセスを必ず現在進行形で生きてます。なのでワクチンを打たれた後に出てくる副反応、症状はこれすべて外側から注入されたいらないもの、余ったもの、毒素を排泄しようとして起こる反応です。命が力を総動員して毒素を排泄しようとするんですね。なので出てきた副反応、これは抑え込んで内側に戻してしまわない方がいい。外に出てきたものは出す。なのでトレジャー G さんが先日シェアした3つの方法はすべて炎症排泄を促していらないもの、余ったもの、毒素を、より速やかに心地よくたやすく排泄する方に働く方法をシェアしました。で、逆に抗生物質、痛み止めなど、もしそうした薬をワクチンの接種後に飲むとどうなってしまうかというと、それはその抗生物質の副作用を確認してみてください。副作用がずらりと列挙されていて、さらにこれ以外の副作用も出ますと、副作用が20も30も列挙されていると思います。排泄するために起きていた炎症、これを止めてしまうと何が起こるか、排泄を止めてしまうと何が起こるか、いらないもの、余ったもの、毒素を外に出すことができなくなって毒気が体に溜まったままになってしまいます。なので一般的な抗生物質、痛み止め、熱冷ましなどはほとんどの場合、これはよく薬毒ということで知られている事実としては、うつ病、がんなどの大きな原因になります。要するにその場しのぎの気休めということになってしまうわけですね。結果全然改善されてない、その時に外に出すはずだった毒素を内側に溜め込んでそのまま持ち越してしまうという結果になりますので、なのでなるべく毒素、余ったもの、いらないものは素早くたやすく心地よく排泄してしまった方がいい。もしも抗生物質など摂取してこの痛みをなんとか、今この一日の痛みをなんとか和らげたいという方は抗生物質の
中の説明書に入っている副作用を見てみてください。今すぐに出なくても、いずれそうした副作用が出てくると思います。トレジャー G さんはこんな風におすすめします。そもそも副作用、副反応が起こるようなものはなるべく体に取り入れない方がいい。どうしても取り入れる必要がある場合は、なるべく薬毒を素早く抜いてしまった方がいい。抗生物質痛み止めっていうのはね、これね、まあ指先が痛くてたまらないから、じゃあこの指先の痛みを止めるにはどうしたらいいかっていうんで、そうか、指をちょん切っちゃえばいいんだ。大体そんな発想ですね。命の力、命の免疫作用など根本から、カットしてしまう。指がなくなると確かに指先の痛みはなくなるね。じゃあ指の付け根の痛みはどうなるんだろう。そんな話ですね。だから中にはこんなに痛いのを消してくれるんだったら、指の1本ぐらい構わないやっていうおじさんもいるかもしれない。そんなおじさん、じゃあ1本ぐらいだからおちんカットしても構わないわって言えますか？あまりに副作用が強い薬は、妊婦さん、これから赤ちゃんが生まれる方、そしてこれから子作りをする方、特に妊婦さんは副作用の強い薬を外から入れないように、これはお願いいたします。土下座してでもトレジャー G さんお願いいたします。妊婦さん、できれば副作用が強い薬やワクチンは接種しないで、別の方法を探ってみてください。土下座してでもお願いいたします。今回ワクチンを危険があるということを知っていながらも接種しておられるお年寄りが多い。その気持ちを推し量ってみるとこんな風になります。去年、ウイルス騒動が持ち上がった時に、お年寄りはほとんどの方がいよいよ自分も死ぬかもしれないとテレビ新聞を見ながら覚悟した方が多いと思うんです。その時にね、この日本の多くのお年寄りが思ったのはこういうことじゃないかと思うんですね。自分が死ぬのはやむを得ない。ただ自分が感染源になって我が家から感染者を出してしまうのは困る。自分が死ぬのは構わないが、感染源になったらもう近所にも迷惑がかかる。この土地、ずっと住んできたこの土地に住めなくなる。家族みんなに迷惑がかかる。だから感染源にだけはなるわけにはいかない。自分の命はなくなってもいいから人には迷惑をかけたくない。そんな思いでワクチンを接種されているおじいさんおばあさんが多いのではないかと思います。で、これはどんなにワクチンが危ないからって説得をしてもですね、1年半余りずっとこのワクチンを接種せずにはいられないようにメディアで伏線を作ってきましたので、毎日テレビや新聞を見ておられたおじいさんおばあさんたちは、その1年半ずっと刷り込まれてきたことに従って自分の命を副反応で失うんでも構わない。ただ世の中の人たちに迷惑をかけたくない。家族に、近所に、他の人に迷惑をかけたくないという一心で、実は怖いワクチンを受けたくなくてもやむを得ず接種している方たちが多いのではないかと思います。その気持ちを汲んで、もしもワクチンを受けられたなら、ワクチンを家族が接種した後ではですね、ワクチン反対派の方も、これだけ言ってるのにワクチンを受けちゃったあんたとはもう絶縁だなんて、それはひどすぎるでしょう。断絶されてる場合じゃないです。断絶しちゃダメですよ。意見が合わない、当たり前。
命がかかっていることでさえも親子の意見が合わない。これは当たり前。ただ親子でね、家族でね、心を通わせ合うことはできる。トレジャーじいさんがこの、先日の3つの解毒方法、あの動画を作った一番の理由はそこです。家族の中で意見が合わなくて断絶していたとしても、心を通わせることはできる。そうか、ワクチンを打ってくれたんだね。自分はいろいろワクチンについて学んだし知ってることがある。それは頭で知った知識だとかちょっと置いといて、危険があるってことを知っていながらワクチンを打ってくれたんだねって、その気持ちにだけは心からありがとうって、お母さんありがとう、お父さんありがとう、おばあちゃんおじいちゃんありがとうってね、電話で一言言ってもいいんじゃないかと思います。だから打った後ではこういう方法があるからね、試してみてねって気遣っていいんじゃないかと思いますね。そして自分に対してはごめんねって、伝え方がまだ拙なくて、これはトレジャーじいさんがずっと何十年も思ってきたことです。自分の伝え方がまだ至ってなかったから伝えきれなかった。これから毎日工夫していくから、伝え方工夫していくからね、大事な情報が心から心に届いて、ちゃんと周りの人たちが動いてくれるように、自分はね、これから能力高めていくからねって心に誓ったらいいんだと思います。今回はワクチンを打った後に現れる症状というのは何なのか、これを命の立場から、いつもプロセスを踏まえてへめぐっている命の立場からお話ししました。加えて、抗生物質痛み止めは、ワクチンを打った後に服用するとどんな反応を起こすのか、そして後半はトレジャーじいさんからのお願いと提案でした。この後、画面の方にですね、命へめぐるっていうのは実際にどんなことなのか、このチャンネルの中で6回にわたって少しずつ、お話ししている動画を紹介いたしますので、よろしかったらお時間のある方はそちらの方もクリックしてご視聴ください。次回またこのチャンネルで、薬毒を抜くツボについて、何回か特集をしようと思っております。よろしかったらチャンネル登録どうぞ。